2025年8月8日発売、2025年イルクジモデルを購入することができたので開封レビューしたいと思います。今回は9個の項目に分けて紹介します。1、箱を見てみます。箱はリサイクル素材を使用したスペシャルパッケージになっています。海の中をイメージしたような箱絵になっています。箱の裏もグラデーションになっています。蓋を開けてみます。まずは取扱説明書と保証書です。あとは2枚の紙が入っています。アイサーチジャパンの説明が書いた紙も1枚入っています。つまみを持って開けてみます。中のウォッチボックスを取り出します。箱の上側にはラブザシー&ザアースのシンボルマークが描かれています。横側にはアイサーチ G ショック、アイサーチのアドレス。この面は何も書いていなくて、もう一つアドレスがあります。全体的に青色の箱になっています。それではウォッチボックスの箱を開けてみます。四角い紙のようなものと、ラブザシー&ザアースと書かれた巾着袋。材質は綿 100% です。GW6905K7AJR です。箱の内側はオールアズワンロゴマークアイサーチと書かれています。2、時計全体を見てみます。まずは紙でできたクッションを外します。尾状はシルバーになっています。勇冠は白色でザトウクジラが描かれています。白色でアイサーチと書かれています。ダイヤルは後ほどじっくり見ますので飛ばします。オールアズワンラブザシー&ザアースと書かれていてディープブルーになっています。尾状の裏側はカシオ、タイランドと刻印があります。勇冠の裏側も白色です。裏蓋は後ほどじっくり見ますので飛ばします。尾状の横側もマットな質感です。厚みは 17.7mm です。反対側のサイドも見てみます。ボタンはシルバーで鏡面仕上げになっています。3、ダイヤルをじっくりと見てみます。ダイヤルの外側にはディープブルーの線があるのがわかります。その内側にはウォーター20バーレジストカシオマルチバンド6と書かれています。左側からセットセレクト、右側はレブ FWD レシービング、左側の丸い部分は CHG ローミッドハイ PS と書かれています。 CHG は充電不足の時に点灯します。 PS はパワーセービング状態がオンの時に点灯します。その他の3つは充電残量を表しています。真ん中はミュート、シグナル、アラーム、スヌーズ、LT です。ミュートは操作音がオフの時に点灯します。LT はオートライトがオンの時に点灯します。シグナル、アラーム、スヌーズもオンの時に点灯します。右側の丸は秒を表しています。最初は1秒ごとに黒くなっていき、次の10秒は1秒ごとに白くなっていきます。これを繰り返します。液晶部分は曜日、日付、時刻です。外側の白い部分はアジャスト、モード、スプリット、リセット、スタート、ストップとグレーで書かれています。下側にタフソーラー、L ボタンは鏡面仕上げでザトウクジラが刻印してあります。4、裏蓋をじっくりと見てみましょう。カシオ 3547GW6905K ステンレススチールバッグメイドインタイランドウォーターレジスト20バー。中央にはシンボルマークの刻印があります。裏蓋は縦向きのヘアライン仕上げになっています。5、リストショットです。バンドはバイオマスプラスチックでできています。正面からの視認性は非常にいいですが、横からの視認性は良くないです。ケースサイズは縦が 53.2mm、横が 50mm、重さが 71g です。ダイヤルの周辺は光を当ててやると綺麗なディープブルーになります。6、時刻の合わせ方です。時刻モードで RCVD が点滅するまで2秒以上 D ボタンを押し続けます。受信レベルが L1 から L3 で表示され、受信には2分から7分かかります。最大で約14分かかる場合もあります。ホーム都市が電波受信に対応していない場合、標準電波を受信することができません。時間がかかるので受信する直前まで飛ばします。今回は3分14秒後に受信することができました。受信に成功した日付と時刻が表示されています。D ボタンを押すと時刻表示に戻すことができます。7、機能説明です。D ボタンを押すと前回の時刻合わせの結果を確認することができます。もう一度押すと時刻表示に戻ります。時計を操作して時刻などを合わせる方法です。A ボタンを2秒以上し続け、ホーム都市が点滅したら指を離します。C ボタンを押すと点滅するので、その部分を変更することができます。B ボタンと D ボタンか D ボタンで変更します。操作音の設定は D ボタンで変更します。ミュートの場合にはミュートの部分が点灯します。C ボタンを押します。
LT1 はライトの点灯時間です。D ボタンを押すと3秒に変えることができます。C ボタンを押します。パワーセービング状態のオンオフの設定です。D ボタンで変更します。C ボタンを押すとホーム都市の設定に戻ります。A ボタンを押して設定を終了します。自動受信のオンオフを設定します。まずは D ボタンを押して A ボタンを2秒以上押し続けます。オンと出たので D ボタンで変更します。A ボタンを押して設定を終了します。D ボタンを押して時刻モードに戻します。時刻モードで L ボタンを3秒以上押し続けるとオートライトがオンになります。オンになると LT の部分が点灯します。もう一度3秒以上押すとオートライト機能をオフにできます。オフになると液晶部分が消灯します。ストップウォッチ通常計測です。C ボタンを3回押してストップウォッチモードにします。D ボタンで計測をスタートします。一時停止再スタートも D ボタンです。止めます。B ボタンを押して計測値をリセットします。スプリットタイム計測です。D ボタンを押して計測をスタートします。B ボタンを押してスプリットタイムを表示します。もう一度押すと解除されます。D ボタンを押して計測をストップします。B ボタンを押して計測値をリセットします。1、2着同時計測です。D ボタンを押して計測をスタートします。1着ゴール時に B ボタンを押します。2着ゴール時に D ボタンを押します。B ボタンを押して2着のタイムを表示します。もう一度押して計測値をリセットします。C ボタンを2回押してアラームモードにします。D ボタンを5回押してシグナルにします。B ボタンを押してオンオフを切り替えます。オンの時は真ん中の円のシグナルの部分が点灯します。C ボタンを3回押して時刻モードに戻します。1時間ごとに時報の音が鳴ります。その他の機能はまた別の動画で紹介します。8、夜光です。まずは 1.5 秒設定時です。L ボタンを押すとライトを点灯することができます。ディープブルーのザトウクジラが浮かび上がります。次は3秒設定時です。こちらの方がゆっくりと時刻を確認することができます。オートライト機能がオンの時は時計を40度以上傾けるとライトが点灯します。1.5 秒の設定だと少し短い感じがします。次は3秒設定時です。同じように傾けるとライトが点灯します。点灯時間が長いのでこちらの方が明らかに見やすいです。9、感想です。スペックを載せておきます。昨年のモデルに比べて L ボタンのクジラの刻印が薄くなっていて、ダイヤル周りの金色がディープブルーになっています。バンドの色や模様が全然違うので好みは分かれそうですが、個人的には今年のモデルの方が好きです。機能面では昨年のモデルと同じだと思います。色くじが好きな方や色合いが好きな方は検討してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。